こんにちは、盆栽職人峰谷俊です。今回は盆栽の鑑賞のポイント、見どころについて皆さんにお伝えしようと思います。で、最も基本的なことなんですけど、盆栽っていうのは僕たちも仕立てる時にこう不等辺三角形を作るようにするんですね。正三角形ではなくて不等辺三角形。これはポイントで、大体の盆栽はここは不等辺三角形になってます。なんで不等辺三角形なんですか？自然界において左右対称っていうものはなくて、やっぱりどっちかに傾いてるとか、太陽の方に伸びる部分があったりとか、風に吹かれて枝がこう流れてるとか、いろんな環境があるので左右対称っていうのはないんですよ。なので不等辺三角形、そこが左右が非対称であるっていうのが一つ基本的なポイントになります。例えばこれ五葉松っていう木なんですけど、これもさっきの黒松とは形樹形が違うんです。それでもやっぱり基本である不等辺三角形は絶対作る。これも五葉松ですね。これもそうです。これだと分かりやすいかな。こういう三角形ができてると思うんですけど、もう木が変わろうが樹形が変わろうが、この不等辺三角形っていうのは僕たちは常に意識して作ります。例えば、はい、これね、はい、これ見て分かると思うんですけど、針金がかかってない状態、形を作ってない状態なんですけど、これだとちょっとボサボサしてて四角っぽいですかね、感じがあると思うんですよ。これは三角形じゃないので、こういう枝をやっぱ下げて不等辺三角形を作っていく。これはまだこれからの木です。これから作っていく木で、さっきの木とはまたちょっと違うんですけど、木の形樹形が違うんですけど、これ文人っていってこうスラッとこうなってる木なんですけど、これも木の形が違くてもやっぱりこう三角形を作るっていうのがポイントです。いろんな木の形があるんですけど、どんな木の形でも不等辺三角形を作るっていうのはもう基本なので、それは鑑賞のポイント、見るポイントの一つになります。他になんか変わった形みたいな。ありますよ。こっちなんですけど、これも変わってますけどね。これとか剣蓋っていうんですけど、こう鉢からぐーって下に下がってくる木なんですけど、僕たちは自然界にあるものをこう鉢の中に表現をするんで、自然界にこっちに崖があって、そこからこう出てきて風とか雪とかそういう自然環境の中、木自体は下がっちゃったけど、それでもやっぱり生きたいから太陽に向けてこうなんとか上っていこうとするような、そんな力強さがある木なんですね。僕結構好きなんですけど、こういうのでももちろん三角形をこう作っていく。どういう三角形？こうですかね。ああ、なるほど。こっちからこういってこう。でこれは結構好きなんですよ。こういう剣蓋っていうのが結構好きなんですよ。剣蓋とか文人とか好きなんですけど、他にも樹形っていうのはあるんですよ。今ここでは詳しく全部は説明しないんですけど、結構基本的な樹形、こちらもみじなんですけど模様木になってるんですよ。樹形なんですけど、こうまっすぐいってるわけじゃなくて、ここで一回こう曲がってる、こういうふうに模様が入ってる木っていうのは模様木なんですけど、こういうのもやっぱりこう三角形を作っていく。これはもうだからどんな樹形だろうとやっぱりそれが基本なので、僕たちは意識して作るし、見るポイントとしても基本だけどすごく大事みたいな感じです。やっぱその不等辺三角形の美しさみたいなのがあるっていうこと？あまりにもこう左右対称だと人工の感じが強くなっちゃうんですよね。やっぱ僕たちは自然のものを表現したいので、自然の状態、自然の美しい状態をやっぱ鉢の中で作っていきたいってなると、やっぱり不等辺三角形が一番綺麗。で、例えばこれも不等辺三角形です？どう見えます？いや、なんか僕正三角形に近いかなっていう気がするんやけど、そんなことはね。ちょっとこっちの方が長い。ああ、若干。なるほど。鉢は考えなくていい。そうですね。すごく綺麗な形してると思うんですけど、どうですかね。いや、綺麗です綺麗です。でもこう若干こう若干、確かに確かに、そう言われた左にこう、斜辺っていうのかわかんないけど、来てる感じ。そうですよね。こっちにこう来てますよね。なるほど。ちょっとなんか分かってきたような、分からないような。お
ちょっといくつか見ていっていいですか？あ、もちろんもちろん。これとかもうめっちゃこれ正三角形っぽくない？これっぽくないですか？ぽいっすけど、どうですか？若干右じゃないですか。それ言い出したらまあまあずれるんじゃないの？若干右に行ってないですか？まあ若干ね。こっちに。それ言い出したら結構まあまあ不等辺三角形よ。そうなんですよ。これ実際どうなの？手入れ前とかではない。これ幹すごいけどね。でもこれ石についてるんですよ。あれ石なんや。あれ石なんですよ。すごっ。はい。これ石なんや。はい。これもまだちゃんと針金もまだかかってない、こういう柔らかい状態。これをじゃあこれじゃあこれを不等辺三角形じゃないってことでいいんですか？いやここから不等辺三角形にしていくという話ではなく、ここからまあより分かりやすく不等辺三角形にすると思いますけど、でもこの木はこれでも結構綺麗じゃないですか。綺麗だからうちのボスがどういう風に仕立てるかは分かんないですけど、でも大きく形を変えることはないと思います。ただその正三角形もう少し強調されると思います。手を入れたら、はい、そういうなんかやめてくださいよ。いや正三角形のやつ探してやろうと思ってるこれ。まあ綺麗は綺麗。綺麗は綺麗ですよね。幹かと思う。もう次行きます。次行きます。これもまあまあ近いですけどね。手入れしてない。手入れしてないっていうか、まあ形をまだ作ってないですね。ここから作っていく。はい。これグッて下げれば当然長短が出てくるんですよ。その中で不等辺三角形を作っていくっていう。なるほど。じゃあこれ手入れする前ってこと？そうですね。まあ針金をかけて。その左のはもみじですか？これカエデですね。これカエデ？はい。これ裏側？これ表です。これ表？はい。これもまあいや右の方が長い。まあ右かな。いやもうそれ言い出したらほんまに全部不等辺三角形。なんかそういう疑惑の目みたいな。いや。大丈夫この動画上げてって。いやそれはだからもう編集うまいことやってもらうしかないですよね。これ不等辺三角形ですか？嘘はつきたくない。まるちゃん。マジ。じゃあ不等辺三角形がいいっていうのはまあちょっと疑惑ありですけど、まあまあいいとして、不等辺三角形がきついほどいいっていうわけでもないんでしょ？そういうわけでもないですね。いやなおさらわからんなこれは。まあ木のその個性があると思うんですけど、さっきみたいに県外樹形、まあこの黒松もそうですけど、枝が下がってるじゃないですか。その分やっぱり角度も強くなるじゃないですか。だからそうなれば不等辺三角形がすごく強い感じになりますけど、例えば直管とか幹がまっすぐなものとか、さっきの模様木、緩い模様がついてるやつとか、そういうやつだとそんな大きくどっちかに出てるとかっていうことはそんなにない。なんでその樹形によってその三角形がはっきりしてるものとかしてないもので結構あるんですけど、その辺のバランスは僕たちも見るし、そういう風に作っていく。じゃあまあ盆栽わからない人がやっぱ見るときに、じゃあ他になんかここ見ると面白いよみたいなとこってなんかあったら教えてほしいです。もういいですか、その疑惑のみたいな。疑惑のところは残したまま。これ次詰めると難しい。そうですね。ポイントですね。見るポイントは、このもみじとかもそうなんですけど、すごい根っこがこう八方に広がってるじゃないですか。粘りっていうんですけど、八方粘り、こう根っこが土をぐっとこう掴むような感じ。これはすごくいいとされてる。で、あとは根っこから1の枝、1本目の枝までのこの間の太さと、あとはこれはまっすぐですけど動きとかがもう鑑賞のポイントの一つとされてますね。綺麗。綺麗なのは綺麗なの分かります？これもじゃあ流すならどっちに流すんですか？これって。これ右ですかね。右に流す。いや待ってください。ちょっと待って、ちゃんと見た。右かい？いや左か？左1の枝がこっち来てるから。どっちなの？左じゃないですかね。左。はい。
左ですかね。最終的に左に流すハテナついてんじゃん作ってる人も多分左を考えてると思うんですけど、っていうのもこの木がこの鉢の中心じゃないの分かります？はい、わかりますわかります。これわざと右にしてるんですよ。上ちょっと真ん中よりも右側に植えてるんですけど、そうするとこっちの方が幅があるんですよね。はい、でこっちはちょっと幅がそんな狭い。でこれは空間のこと間なんですけど、これをこっちに流す場合はここの間をちょっと広げるんですよ。でここに空間を作る、間を作る。これはわびさびに入ってくると思うんですけど、なのでこれ作った人は右側に植えて左流れにしようっていう意図があるんだと思います。じゃあこれは左側がこうちょっと膨らむような三角形になるってこと？そうですね。こっちに膨らんでいく。そうなればハサミの入れ方も変わってくる。これは見方とはちょっと違うんですけど、そうなってきますね。あと鑑賞のポイントの一つとしては、松系だとこう皮がついてるんですよ。こういうふうにこのパリッパリなのもこれ相当年数かけないとやっぱりここまで皮がつかないですね。で黒松だとだいたい樹齢が30年経ってようやく皮がつき始めるって言われてるんですけど、そう考えるとこれもう何層にもなってるんで相当な年数が古い木なので、その分こう見応えがあるっていうので見るポイントの一つにもなってますね。幹の太さより皮？いや、幹の太さも例えば文人とかだとこうスラッとして細い幹でスラッとしてて、それがこう良さがある、趣があるというか、そういうのも好きな人もいるし、それがいいって思う人もいますよね、やっぱり。ちなみにこの黒松、はい、樹齢っていうとどれぐらいになる？いやー難しいですね。難しいんですか？樹齢ってはっきり何年ですって言えないんですよ。推定何年なんですけど、結局はこう切って年輪の数数えなくちゃいけないんではっきり分かんないですけど、いやでも相当経ってる。でもね、相当がね全然こうイメージ湧かないんで、70年とか経ってるんじゃないですかね。最低でも経ってると思うんですけど、僕の職人見習いの僕が思うに70、はい、雨降ってきた。ちょっと雨降ってきちゃうあとは枝ぶりですかね。枝ぶり、はい、さっきのに戻っちゃうんですけど、例えばこれだと1の枝が左についてて、この棚があって、で次これがあるんですけど本当はこういうふうに交互に来てるのが一番理想とされてるんですけど、その枝のつき方も鑑賞のポイントになります。なんかその交互についてる、こういう大きいのだともう交互についてるとかわからんやんか、これ。そうですね。こういうのはなんかどういうふうに見ればいい？その枝ぶりに関して。枝ぶりに関してですか？また不等辺三角形出てきちゃうんですけど、いいですよ。結局、不等辺三角形大事じゃないですかって話じゃないですか、はい、じゃあ例えばここの枝がないとするじゃないですか、そしたらここパターンとこう落ちてくるまっすぐ、そしたらそれこそ四角っぽくなっちゃう。ここがあることによってこっちに膨らみが出てくるという、その枝のつき方、この枝のつき方で良さが違ってくるんですよ。ごめんなさい、枝ぶりって、枝ぶりってこう枝ってできればこう細かい枝が出てるのがいいんですけど、太いのが1本枝がズンってあって、でそこに例えば葉っぱがあんまないとかってなんか寂しいって思うじゃないですか。だけどそんな太すぎもなく細すぎもないなんかバランスのいい枝がこう出てて、そこからさらに細かい枝がバーって出てる。ですごくこう自然界の多分大きな木の下に行って下から見ると多分そうなってると思うんですよ。すごく自然的な感じで、豪華さもあるし見応えもあるんですね。そういう枝ぶりがいいっていう表現をするんですけど、そこもポイントですね。あと苔順っていうのがあるんですけど、根元から徐々にこう細くなっていく、これ苔順がいいっていう表現をするんですよ。漢字ですか？苔順。苔順って苔がカタカナ、順が順番の順。でこれは細くなっていくので苔順がいい。これ途中で細くなっていくけど途中で太くなるとか、あんまり太さが変わらずずっとズーンってこう杉の木みたいな。杉の木みたいな。でも大体の木だんだん下が太くて上が細くなるんじゃないですか？大体の木はそうなるんですけど、例えばこう幹があってそこから車枝っていうんですけど、同じような場所からこう枝がたくさん出てる場合ってどうしてもこの枝がある場所にエネルギーが集中しちゃうじゃないですか。みんなエネルギーが欲しいから、そうすればここがグーって太ってくる。
ってなるとこういう形になっちゃったりするんですよね。そこは剪定とかの時に取ったり、それをじゃあ陣にしようかというふうにしたりはするんですけど、ポケ順が悪い木もあります結構。ポケ順が、はい、ポケ順は大事ですね。で僕の好きな盆栽をちょっと紹介します。たくさん好きな盆栽あるんですけど、もちろんだけどこの心拍を見た時はすごくインパクトを受けたというか、この幹の動きが、ここは死んでるシャリ、これは生きてる水を吸ってる場所なんですけど、ここの生と死がこう、共存してるようなのは心拍でよくあるんですけど、そういう共存っていうのもあるし、でここで枝がちょっとぐーっと下がってきてるけど、そこからでも太陽の方に向きたい、だからこう下がってるだけじゃなくてちょっとこうグッと上がってるような、もう全体的な形を見てもすごいいいな、おしゃれだなっていう思った木です。いろいろ言ったし、他にも細かく本当に言えばあるんですけど、でもさっき言ったのが大体のポイント、押さえておくべきポイントかなと思います。で僕話してる時にこう言われてますっていうような表現をしてたと思うんですけど、結局はやっぱりでも自分が好きな盆栽パッと見た時にこれかっこいいなとか、これかわいいなとか、そういう盆栽の方がきっと愛情がすごく注ぎやすいと思うんですね。なんでそういうポイントを押さえるのもいいんですけど、やっぱり自分が見た時にこれ持って帰りたいなとかいう、そういう感覚もすごく大事にしてほしいので、そういうのも覚えておいていただけると嬉しいなと思います。じゃあ次回もお楽しみに。バイバイ。